本当に毎日泣きながら現場に行ってたんですよ。で終わった後帰って泣きながら洗い物してみたいなまあいろいろありましたね。本当にちょっと泣きそうになってきてましたけどそうそういろいろあったんです。ありがとう。りがとうございます。3550円。
目玉も。A のホルモン抜きです。昨日はオーシャン。オーシャン。フットサル。高い？お待たせしました。4番でお待ちください。それはね、思い出た。でもなんか作りがすごい可愛い。インタビュー得意ですか？全然得意じゃない。めっちゃ得意ですよこの人。全然得意じゃないけど、なんか金具ガチガチになってるから、なんかね、ふってなる。なんか横にこんだけガチガチな人がいると全然緊張しない。逆に。あ、逆に。なんか2人してガチガチだったら多分撮ってる人もなんかってなるじゃないですか。すいませんね。ちょっと私はじゃあまともにしようと思って。ベリーシャワーはい。店舗に来て1年ちょっとじゃない。はいはい。どうです？なんか変わりましたか？そうですね。やっぱり地域の方となんか常連さんとかができてすごく楽しいです。なんか今までは屋台で全然知らなかった方とかのお客さんが増えて、で通ってくれる方とかお話ししたりするのがすごい楽しいです。なんか今日皆さんなんか常連さんみたいな。そうですね。やっぱりいつも時間帯はやっぱり一緒というか、朝一オープンに来てくださる方は結構変わらないメンバーで毎週来てくださる方とかもいるので、そういう方がすごい増えたのは嬉しいですし楽しいですね。ありがとうございます。はい、大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。どうぞ受付までお進みください。メニューございます。あ、いいよ。持ち帰りで。はい。マヨネーズなしとありとどっちもおすすめなんで、よろしければ横にマヨネーズ添えて、お願いします。ありとなしで、はいはい。
おむそばのマヨネーズを上からおかけしてよろしいですか。はいはい。はい、いらっしゃい。このに通ってて、お客さんとして通ってて、で何回か話してるうちによかったらどうって声かけてもらって来ました。もともとお客さんだった。そうなんですよ、常連でしたよ。たこ焼きが美味しくて。美味しくて、あと2人に会いたくて来ました。働いてみてどうですか。でもすごい職場の雰囲気が良くてすごい楽しいです。お二人はどんな感じですか。もうただただ優しい、もうすごい教え方も丁寧ですし、話してても楽しいです。大変なことありますか、仕事。大変なことはないです。ない。ないです。もう全部が楽しいのでないです。ありがとうございます。ストレスは受付に同じメニューございますので、そのままお進みください。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こんにちは。いらっしゃいませ。いいよ、それもそれから次してくれる？半分まで出し終わるから、そしたら元にしてくれる。おめでとうございます。
最近なんか1時間とかだありがとうございます。ミキさんもやるんですか？今特訓中です。店舗になってから従業員さんも増えたんじゃないですか？増えました。やっぱりたくさんの人数で働けるようになったのでいい人ばっかりです。店舗構えて1年ちょっと、そうですね、1年ちょっとでございますね。スタイの時と違うのは、お客様の層がガラッと変わってて、前はやっぱり大人の方がほとんどだったんですけど、今は結構家族連れのお客様中心な感じになりました。ちっちゃい子がね、ここから見ててそうですね。可愛いです。たこ焼き焼くの見てたりしててくれて、お母さんにお小遣いをもらって自分で買いに来てくれたりとかはすごく嬉しいですね。めっちゃ可愛いじゃん。めっちゃ可愛いです。パチンコ屋さんが多かったので、入りづらいっていうのもあったのかなと思うんですけど、今はいろんな方がその頃のお客様も屋台のお客様もお店に来てくれますし、新しく店舗になって知ってくれた方も来てくれます。冷蔵の施設とかが今まではすごく小さかったので、屋台だと今は冷凍庫もちゃんとあるし、揚げ物もできたりとかして、結構幅広く扱えるようになったので、そこはお客様にも楽しんでもらえていいかなと思います。もうすごく大変だったんです。こういうメニューやりたいってなるんですけど、ちょっと管理できないからダメだよねとかっていう理由があったりしてて。でも屋台も今イベントとかで出してるんですよね。時々行きます。月に 1,2 回ぐらいなんですけど、よく行くのはやっぱり遠いところですね。お店に遠くて来られない方のために、そういうお客様でも買えるように、豊川市とか春日井市とかは今でもよく行きます。さきさんはどんな存在ですか？今お隣に。さきですか？そうですね。よく右腕とかいうなんか表現あるじゃないですか。右腕どころの騒ぎじゃないですね。自分みたいなもんですね。虫みたいな感じですね。私の目標としては、年取ってもずっと一緒にやりたいなって思ってるんですけど。もうあと 1,2 分ぐらいかかりそうです。本当にレック回してなかったって言ったら怒ります？いや、怒りますよ。もう振り絞って頑張って。振り絞りましたけど、大丈夫ですか？大丈夫です。いかがにしては上手にしゃべる。本当？滑舌悪いのは本当なんかテロップかなんかつけてください。もう全部つけます。ありがとうございます。すいません。
まあ、生きがいなので自分でやりたくてやってるので、自分仕事は楽しいなとは思わないけど、でもそういう仕事があってお店も成り立つので全然大丈夫なんですけど1年目は本当に辛くて、その仕事ができないことが辛かったですね。屋台だけだったので、どこかに拠点があってしっかりしたお店があってじゃないので、屋台出させてくださいって電話したり会いに行ったりしても受けてもらえないんですね。どこのお店かもわからない屋台だけのところっていうのは結構信頼されるのが難しくて、で本当は毎日仕事したいのに週に1回しか出られなかったりとか、その時期が本当にもう辛かったですねそう、もう本当1週間で3000円の売り上げだったこととかもあったりして、スーパーで朝から、朝の8時ぐらいから夜、8時ぐらい12時間くらい営業して、大雨で3000円しか売れなかったりとかでガソリン代とかね、やっぱりあれ払ったらもう赤字ですよね。でも屋台にはつきものなので辛かったんですけど、人が集まるところに出店して来てもらおうって思うのってすごく難しいんだなって1年目で思ったんですよ。だから自分の接客の勉強とかもして自分にお客様がついてきてくれないと続けれないなと思ったのでお客さんが自分たちと一緒に移動してついてきてくれる屋台を作らないといけないなと思って、どこにでもあるたこ焼き屋じゃなくて、そこのお店でしか食べれないものとか、そこのお店でしかない接客とかを目指しました。本当にスタッフにも恵まれてスタッフとみんなお客さんが仲良くしてくれるので、全然私以外にもみんなに会いに来てくれるお客様とかがいたりしてありがたいですね。嬉しいです。もう本当に毎日泣きながら現場に行ってたんですよ。で終わった後帰って泣きながら洗い物してみたいな。いろいろありましたね、本当に。ちょっと泣きそうになってきてましたけど、いろいろあったんです。でも本当に今幸せです。お店にスタッフが働きに来てくれて、お客さんが会いに来てくれてって感じです。今後お店としては目標はあるんですか？そうですね。2店舗目作ったりとかはしないっていう目標です。ずっとここのお店だけでやっていくっていうのが目標です。それは何でですか？やっぱりお店を増やしたり屋台をたくさんやったりするとその分メンバーもたくさん必要になってくるしっていうところがちょっと私的には自分の信頼できるメンバーだけでやりたいっていうのがあって、お客様と自分もそうなんですけどうまく言えないけど自分が接客したいしみんなに任せてお店をやっといてくれっていう風じゃなくて自分が責任持ってやりたいっていうのがあるので、拡大はしたくないんですね。営業開始から営業終わりまで信頼できるメンバーでやりたいって思ってます。お客様もスタッフの顔を覚えてくれるのめちゃくちゃ嬉しくて、かなちゃんまた来たよって言ってくれるとすごく嬉しいので、私もちゃんとお店で一番前に立って焼いてたいなって思います。